皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？いつも動画を見てくださっている方はきっと気づいたと思うんですけど、ちょっと撮る場所を変えてみました。いかがですかね？いつもとちょっと違った新鮮な気持ちでお送りいたします。ちょっとね、個人的にはここで撮るのが気に入ってるので、もしかしたらこれからはここで撮ることになるかもしれません。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは、日本人の私たちでさえ、なんだか違いがわかりにくいというか、この言葉とこの言葉ってどういうことが違うんだろう。そういった風に感じるような言葉についてお話ししていきます。きっと皆さん楽しんで聞いていただけると思うので、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。今日お話ししていくのは、悲しいという言葉についてなんですけれども、皆さん悲しいという言葉は聞いたことがありますか？きっと日本語を勉強していて、教科書を読んだことがある方や、授業を受けたことがある方は、きっと一度は悲しいという言葉に触れたことがある方が、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、この悲しいという言葉には、実は似た表現が何個かあるんですね。いくつかあります。今日はその中から悲しいという言葉と寂しい、そして切ないという言葉についてお話ししていきます。皆さん、これらの言葉は聞いたことがありますか？切ない、寂しい。この言葉は結構日本語では馴染みがあるというか、日本語ではかなり使われる表現なので、皆さんもこの違い、この3つの言葉の違いについて一緒に考えていけたらいいなと思います。この動画でお話ししていく考え方は、私の主観的な考え方も含まれているので、これが正解だというわけではなくて、皆さんの経験から、この言葉はこういう意味かな、そういうふうに考えながら聞いていってもらえると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、早速お話ししていくんですけれども、私がなんでこのお話をしようと思ったか、悲しい、寂しい、切ない、この違いについてお話ししようと思ったかというと、私は前々から言っているように、本を読むことだったり、映画を見ることだったり、そういった、文学的なものに触れることがとても多いんですね。好きで。そういうのが好きなので、そういったものを見ることがとても多いんですけど、なんだかそういった本とかを読んでいると、切ない、寂しい、悲しい、この言葉の違いについて考えることがあったんですね。今日はその中でも特に悲しいと切ないの違いについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、皆さん悲しいという言葉にはネガティブな考え方がありませんか？私的にはそうなんですね。私的にはネガティブ、悲しいという言葉にはネガティブな意味が含まれているように思います。例えば、傷つけられた時、自分が傷ついた時、何かを失った時、辛いことがあった時、そういった時に胸が痛くなりますよね。皆さんの胸がキュッと痛くなると思います。そういった時に使う言葉が悲しいだと思うんですね。悲しいはネガティブな気持ちが含まれていると思います。例えば例を挙げてみると、皆さん恋人がいたとします。恋人。お付き合いしている方がいたとして、その方に浮気をされたとします。そしたら皆さん、苦しいじゃないですか。辛いですよね。胸が痛くなりますよね。ネガティブな感情。それが悲しいだと思うんですね。
あくまでも私の考え方ですよ。私はそういったネガティブな感情を悲しいだと思うんです。他にもあったものがなくなった時の感情。例えばさっき挙げた例だとしても、今までいた恋人に裏切られて、その方が消えてしまいますよね。自分の人生からいなくなってしまいます。そういった時に生まれるのが悲しいといったネガティブな感情だと思うんですね。でも、切ないはどうでしょうか？皆さん、切ないという言葉、どういったものだと思いますか？私はこの切ないという言葉をちょっと調べていると、切ないという言葉は昔の言葉だったそうなんですね。昔に切なしという言葉がありました。その切なしという言葉は深く大切に思うことだという表現があったんです。これはどういうことかというと、皆さん自分の家族だったり、友達、親友だったり、それこそ恋人だったり、ペットだったり、大切だという気持ちがありますよね。そういった気持ちを表す言葉が昔では切なしだったんですね。でも今ではそれがどんどん変わってきて、切ないという言葉で使われるようになったんですけど、私的にはこの切ないという言葉にも昔の意味、大切に思うこと、そういった意味が含まれているように感じるんですね。どういうことかと言いますと、皆さん大切な人いますよね。大切な人。私は前の動画でもお話ししていた通り、たった1ヶ月だけどオーストラリアで過ごしたことがあったんですね。そしてそのオーストラリアでたくさんの人に出会いました。たった1ヶ月だったけど、ホストファミリーにも出会えて、大切な友達にも出会えて、大切な先生にも出会えて、そういった風に大切なもの、大切な人がたくさんたくさんいたんですね。もちろん大切な思い出もたくさんあります。でも、そういった大切な時間に戻ることってできないじゃないですか。そういった大切だったもの、大切だった時間に戻ることっていうのは難しいですよね。できない。そういった風に、あったものがなくなってしまった時ありますよね。あったものがなくなってしまった。オーストラリアにいたけど、オーストラリアから帰ってきて、オーストラリアでの生活っていうのは私にとってなくなってしまいました。そして今でもこうやって思い出すことはできても、やっぱりオーストラリアの生活は今取り戻すことができないですよね。もちろん将来こうやってオーストラリアに戻ることはできるかもしれないけど、今こうやってすぐに戻れるかと言われたら戻ることができない。そういった大切なもの、大切な時間を思い出して辛くなる瞬間、心がキュッと痛むような瞬間があると思うんですけど、そういったものが私にとって切ないという感情だと思います。他にもですね、皆さん絶対に戻ることができない時間ってあるじゃないですか。例えば高校時代、学生時代ですね。私が高校生だった時代には私は絶対に戻ることができません。人間は年を取っていくし、私は高校を卒業してもう5年、4年、5年くらい経ってしまったので、そういった時間に戻ることはできないじゃないですか。でも大切だったことは確かで、例えば当たり前のように皆さん学校に通っていましたよね。当たり前のようにその生活はあるものだと思って、その生活は毎日あるものだと思って学校に行っていたと思うんですけれども、卒業したらその生活はあっという間になくなってしまいますね。実際に高校を卒業して、私から高校生活というものはなくなってしまいました。当たり前のようにあったものがあっという間になくなってしまった。そして今そういったものを思い出そうとしても、もちろん取り戻すことはできないんですね。
でも、不意に友達に会いたくなって、久々に会ったとします。久々に高校生時代の友達に会ったとします。そしたらきっと成長していることに気づくんですね。私たちって年を取るにつれて、たくさんの経験をして、たくさんの勉強をして、たくさんの人と出会って、どんどん自分が成長していくと思うんですね。どんどん人として成長していくと思います。人ってどんどん変わっていくと思うんですね。そして久々に会って、そういったみんな高校生時代の友達とは違うようになってしまっていて、もちろんみんな素敵なのには変わりはないんですけど、あの時感じていた感情とか、友情とかお話だったり、そういったことってやっぱり取り戻せないんだな、戻ることはできないんだなって思ったことがあります。友達に会って、ああ、やっぱりあの時間は取り戻せない唯一の時間だったんだなと思ったことがあるんですね。特別な時間だった。当たり前のように友達がいて一緒に勉強して一緒に遊んで一緒にお話しして一緒にご飯を食べて、そういったような当たり前ですごく特別な時間って皆さんにとってきっと一度はあると思うんですね。でもそういった時間を取り戻すことができない。そういった時間に私たちはタイムスリップして戻ることもできないじゃないですか。そういった時にネガティブな感情じゃないけど、でも大切だったことを思い出して少し胸が痛くなる瞬間ってあるじゃないですか。それが切ないだと思うんです。切ない。ネガティブな感情じゃない、悲しいのようなネガティブな感情じゃないし、あくまでも大切な時間を思い出してのポジティブな気持ちだけど、それでも不意に苦しくなるような、そういう時間が、そういう感情が切ないだと思うんですね。私の考えなので、人によって考え方が全然違うと思うんですけど、私的には英語の I miss you に似てると思うんですね。友達が恋しくなった時、友達に会いたくなった時に言う言葉に似ている気がしています。切ないという言葉は。でも、この切ないという言葉を日常会話でなんだか今切ないんだよねっていう風に使うことはちょっと難しいんですね。あんまり言ったことがない、表現したことがなくて、私はそういった風に。そういった本を読んだり、映画を見たりしていたりすると、切ないという表現はたくさん出てくるんですけど、実際にそれを言葉に出して言うかというと、それはあんまり私的には言わなくて、逆にその時に私は寂しいという言葉を使うことが多いんじゃないかなと思います。もちろん多分ね、辞書的には悲しい、切ない、寂しいというのはすべて違う表現なんですけれども、私は切ないという言葉をコミュニケーションでこういった人間が喋る、人が喋る、今喋ってるような会話として使う表現が寂しいという言葉なのかなと思うんですね。なんだか寂しいと切ないは似ているような気がします。寂しいは今まであったものがなくなってしまったような表現だと思うんですね。今まであったものがなくなってしまう。今まであった高校生活がなくなってしまって寂しい。そういった表現がとても切ない、大切なことを思い出して胸が苦しくなる、そういった表現に似ているように思います。今お話しした感情、考え方が私にとっての悲しい、切ない、寂しいの解釈です。皆さん、このお話を聞いてどう思いましたか？すごく日本語にはとてもたくさんの表現があります。似たような言葉でこういった風に少しずつ違ってくるような表現があって、でもこれは
私たち日本人にとっても難しいんですね。どういった意味か、どういった違いかと聞かれると、それはきっと私たちの人生、私たちの経験からたくさん考えて、やっと結論にたどり着けるような答えだと思うので、私が今日お話ししたことが正しいとは思わなくて、正しいか正しくないかじゃなくて、私はあくまでもこう思う。私はこういった考え方があるんですね。なので今日お話ししたことはあくまでもエマの考え方なんだな。そういった風に捉えていてもらえるととても嬉しいです。きっと皆さんもたくさんいろんな経験をしていろんな考え方があると思うので、ぜひぜひ私にも皆さんの考え方を教えてくれると嬉しいです。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日はこんな感じで私的に考える日本語の難しさですね。似たような言葉でも少しだけ考え方が違うように思う。そういった言葉についてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？皆さん楽しんでいただけましたか？今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。では今日も皆さんここまで見てくれて本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。